こんにちは、たかしです。本日は12月2日土曜日、週末ですので、来週4日からのポンド円、そしてドル円の相場の見通しをやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、ノートメンバーシップそれぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方をご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。それでは前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。金曜日、木曜日、ほぼほぼ動いてませんよね。このローソク足見ていただいたらわかるんですけれども、ほとんど同じサイズ、高値、安値っていうところが同じサイズになってます。つまり、買い足では今レンジになっているっていうことですね。現在は GMMA の青帯は上向きですので、上昇トレンド中です。過去、ここを見ていただいても、11月の20日ぐらいですね。GMMA に接触してからの上昇になってます。そして現在 GMMA が近づいてきましたので、次 GMMA に接触すると再び反発はしていくと思います。ただ、その反発が直近の高値188円付近っていうのを上抜けられるかどうかはわかりませんので、今はその動きに注目ですね。ここからそろそろ反発しそうですが、その反発がどこまで上昇していけるのか、高値を更新していけるのか、それとも高値を更新できずに下落していくのか。そうなるとここで3損みたいな形を作ってくるかもしれませんね。その辺の動きに今からは注目です。ストキャスティクスは今下落中、マクディもデッドクロスして下落中ですので、基本的には今上値が重い状態。なので金曜日とかもそうですが、上昇すればズドンと下落するみたいな、そういう動き方をしておりますので、このままじりじりと下げて GMMA 付近まで下げてくるのか、それとも現在地付近でレンジのまま次 GMMA が追いついてくるのを待つのか、みたいなそんなところに来てますね。では4時間足です。先ほど日足で言っていたのがここですね。ここ2日間、金曜日、木曜日っていうのが高値、安値っていうのがほぼ揃っておりますので、現在はここでのレンジと考えておきたい。187.5 付近まで来ると上値が重いのがわかりますよね。ここ直近を見ていても、金、木、水とずっと上値を抑えられて下落してきております。そして下落した先っていうのがこのあたり、186円付近ですね。186.2 付近。そのあたりっていうのが金曜日も木曜日もサポートされて上昇してきております。ので 187.5 から 186.2 の間での大きなレンジの中で今動いている。そして金曜日はその下限付近で終えているというところですね。そうすると月曜日はここから上昇していく可能性を考えておきたいです。現在この下限っていうのがこのピンク丸の安値ですね。ここ過去の上昇トレンドの押しを作った部分になりますので、その辺付近が今はサポートになっておりますが、ここ下抜けてくると結構大きめの下落をしそう。185.1 ぐらいまでは下落していく。このオレンジのラインぐらいですね。そのあたりまでの下落をしそうですので、まずは金曜日の安値を下抜ければ大きめの下落、金曜日の安値下抜けられなければ再び金曜日の高値を目指して上昇するみたいな動きをイメージしておくと良さそうです。では1時間足です。1時間足は昨日のブログにも書いてましたが、この下げ方ですね。この過去の下落の角度から少し角度が緩くなってきたなっていうことを書いておりました。結果的に金曜日は直近の戻り高値を超えようと上昇してきたんですが、結局ここの先ほど言った 187.5 付近っていうところで抑えられて下落してきておりますので、今はまずは金曜日の高値安値っていうところでのレンジをイメージしておいて、その中でのトレードをしておくのがいいのかなと。下抜けてくれば先ほど4時間足で言ったような大きな下落になります。上抜けてきた場合は直近の高値、この辺ですね、187.8 付近を目指して上昇、もう一段上昇してくればこの直近最高値付近まで上昇してくるかもしれません。まずは今レンジの加減にありますので、こんな感じですね。下限付近からの上昇を見ておくといいと思います。そして上限付近に来ればまた再び下落していくということも考えられますので、まずはレンジ下限上限に引き付けてトレードをしておくのが良さそうです。では次はドル円を見ていきましょう。まずは日足からです。日足はオレンジの平行チャンネルの中で動いておりまして、こちらも木曜日金曜日と行ってこいになっているんですよね。この平行チャンネルの下限付近で反発したけれども再び下げてこられた。でも平行チャンネルは抜けずに終わっているというところ、ストキャスティクスも安値圏にありますので、反発上昇しそうなポイントではあるけれども、やはり上値が重くて、週明けこのまま平行チャンネルを下抜けてくるのか、それとももう一度反発していくのかっていうところを見ておきたいですね。では4時間足です。4時間足では三角持ち合いという話をしていたと思います。この白の切り下げラインと、このオレンジのラインですね。このオレンジのラインは日足に引いてました平行チャンネルの加減になります。で、ここを下抜けてくると、
と、このあたり145円っていうところに日足も白い水平線が引いていたと思うんですが、そこを目指して下落してくると思いますので、現在地 146.7 付近にありますが、この日足の平行チャンネルを下抜けると145円ぐらいっていうところが次のターゲットになってきます。ただ現在はここから反発する可能性もありますので、一旦の反発を待ちたい。このままどんどん下落していった場合はそれについていってもいいんですけれども、今は日足の平行チャンネルの下限にあるっていうことは、一旦下落したと見せかけて上昇していくという騙しの動きですね。一旦急落して急騰していくみたいな、そういう騙しの動きの可能性も考えられますので、現在地付近から売っていくのは優位性がありませんので、まずは一旦上昇するのを待ってからの次の下落の流れですね。今は日足の平行チャンネル、つまり反発しやすいところにありますので、一旦上昇して、例えばこの白のトレンドライン付近まで上昇してからの再び下落に動く、その流れに乗っていくとかいう、そういうトレードの仕方をしておくと安全だと思います。現在は三角持ち合いの中で動いているのであれば、まずは今その下限にありますので、下限を下抜けるという前提でショートエントリーするんじゃなくて、まずは反発するという前提で考えておく。反発して上限まで来れば再び上限から下落していく。で、どちらに抜けるか分かりませんので、上抜ける可能性もありますし、上抜けたら結構上昇すると思いますので、そう考えると現在地付近から売っていくっていうのは優位性がありませんよね。なので、ここから下抜けるかもしれませんけれども、ここから売っていくっていうことじゃなくって、もし下抜ければ、一旦戻しを待ってから次の下落の流れっていうのを考えておくといいと思います。理想的なのが一旦反発後の下落ですね。そこを1時間足で次見ていきましょう。では1時間足です。先ほど4時間足ではこの白の右下がりのラインとオレンジの右上がりのラインの三角持ち合いをイメージしておりました。その中でさらに1時間足、何かの形が見えてくると思うんですが、わかりますでしょうか？一旦動画を止めて考えてみてください。では答えです。こちら、ここから3尊を描くんじゃないのかなみたいな形に見えてきます。もちろんこれはあくまで一例ですので必ずそうなるわけじゃないんですが、こちら側左肩ですね。この水曜日の山が左肩、そして木曜日から金曜日にかけて3尊の頭部分を作っております。そして今度、次右肩を作りに行く可能性、このピンク矢印の動きですね。そういう風に動いてくると3尊が意識されての下落になっていく可能性がありますので、一旦の反発を見るのであればこういう形をイメージしておくといいですね。もしかすると4時間足のこの引いてあった白のトレンドライン付近まで上昇してくるかもしれませんが、まずはこの3尊を意識して、3尊を崩してくれば次はダブルトップみたいな形をイメージしておくといいと思います。今ストキャスティクスは安値圏にありますので、ここから週明け下落していくかもしれませんけれども、やはりその下落についていくというよりは一旦の上昇を待つ。このまま下抜けて下落していった場合も、その下落についていくのではなくって、一度下落しきったところから戻してくるのを待つ。そして3尊みたいな形を作ってくるのを待って、そこからの次の下落の流れっていうところを見ておくと分かりやすいかもしれません。週明けどんどん下がっていくからといって、そこが機械損失と考えて、それに無理やり飛び乗っていくと、優位性のないところでエントリーすることになりますので、そこで急激に上昇していった場合、どこで損切ればいいかが分からなくなりますので、そうではなく、週明けもしどんどん下落していった場合は一旦様子見ですね。その下落が一旦止まって、調整の上昇をしてからの次の下落の流れとかを考えておくと、落ち着いてトレードができますので、無駄なエントリーとかも減ってきますし、その辺参考にしていただければと思います。どんどん下がっていた時は一旦様子見、逆にどんどん上がっていった時も一旦様子見、しっかり上げ止まりとか下げ止まりを待って、次の動きの流れを狙っていくという考え方をしておくと、焦って飛び乗って逆行していったっていうことが減らせますので、トレードは常に落ち着いてやっていきましょう。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿しています。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意しています。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントも投稿しています。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。